おもろくない？おもろじゃあ行きます。もうこれ一発勝負なんで。ゆしらくんそんな近くて平気？行きます。どうも皆さんこんばんは。夏目さんちのゲンです。ピクミンです。嘘つきすぎだな。ちょっと肩の力抜いて挨拶していいよっていう抜きすぎだろ。肩の力抜いてとも言ってないし、しかも。ということで今回やっていく企画はしりとりでアートチャレンジ。イエーイ。そんな無理ですって。今回すごい異常なテンポ感で始まったわ。夏間さんち、違うか、夏間さんちだから早いんだ。夏間さんちだからね。夏目さんちにあるまじきテンポ感で始まったんですけど、ね、いやこれ理由があって、もうすでにポーリングアートチャレンジね、カップポーリングをやった後で、はい、別動画として撮ってるのでなんか気持ちがもうオープニング終わってるんですけど、実績なんでね我々、はい、で今回はポーリング絵の具を使ってちりとりを使うとなんかいいアートができるらしいぜっていう。だってちりとりってさ、ちり取るんだよ。そうだよ。アートにはちょっと不向きでは。青めのいいね、ちょうどいいわ。ということでここに絵の具をたくさん入れてこれを垂らすことでなんかリボン状の面白いアートができるらしいという噂を聞いたので、先生に怒られちゃいますよ、掃除の時間にそんなことやったら。まあ掃除の時間に絶対やんないでねみんなね。ということでやっていきたいと思います。思いません。なんで今日反抗するんだ。ピクミンだからですよ。ピクミン反抗しないで、あいつら一番従順だろ。赤ピクミンは火に強いけど、さやピクミンは権力に強い。さあではねやっていくんですが、前回やったんで買って知ったるなんですけど、ここにまずは絵の具を入れていくと。でそれでここにこうやって垂らしていくことで筋が生まれるらしいんですけど、そんなうまくいくもんですかい。いや本当に俺はそう思ってるからどうなるかは分かんないけどやっていきたい。でもこのポーリング絵の具ってやつが、はい、お互いが混ざり合わないっていうのが、そう一応そういう特性があるらしい絵の具なので、前回の夏目さんちを見ていない皆さんへ、はい、一応説明するとドロドロしてて、しかもお互いが反発し合う絵の具になってるらしいんですよ。あ、そうそう。で実際こういうのを使わなくてもポーリングメディウムっていうね、こういうのを絵の具に混ぜたりするとポーリング絵の具も作れるんですけど、今回は最初からこのポーリング用の絵の具を買っております。はい、なので赤と白を入れても、ここでピンクにならないってことだね。まあなるべく混ざらないようにいけると。ということで今ここに白と黒とちょっとメタリックを入れて、イメージだと白と黒の中にギラギラの銅のラインが入ってかっけえみたいになる予定なんだけど、金色にする？それとも金がいいよ。金のがいいな。こっちにしよう。ちょっと言おうと思ってたもん。先生ちょっっと地味ですっていいだろ地味だろ。それから白と黒だけはちょっと地味ですって言おうと思った。でその後が鮮やかさが、鞘の鮮やかさが引き立つんだから。でいきますか。見た目でうるさくしなくていいの。じゃあちょっとやってみますよ。怖い。なんかもうなんかさ、恐れがないね。恐れを知らない選手たちじゃん。あ、待って大丈夫かな。なんか慌てる。もうなんかさ外に出てっちゃいそうだけど大丈夫？目玉。目玉だ。黒白ハイライト。おお、可愛い可愛い可愛い可愛くなってきた。でここにさらにアップ。何それ？黒。すごいぐるぐるおめめちゃん。お、めっちゃいい感じになってる。で私のちょっとここでアレンジ。地味。で金色。でも金が全てを解決してくれる。あ、ほらなんかリッチな感じになった。うわいいね。でさらに白、いや黒。もう一回黒。先生私も黒だと思ってました。すごいなんか異形のものになってきたね。ね、好きなやつじゃん。俺白さ放置しすぎたと思ってるんだ。とりあえず今こんな感じでちょっと最後にもう一回金だけダメ押しで入れてみます。はい。これで失敗したらまたやればいいんですよ。ということでじゃあ行きましょうか。うわー怖い。行くの？待って全然ミスってる？大丈夫これ？もう垂れてるよ。なんかすごくない？おもろくない？おもろー。なんかすごくない？面白い。芸術って感じ。まあでもとりあえずこんな感じになりました。おもろー。パッと見1回目にしてはまあいいかっていう。最初白を開けちゃったのが今失敗の要因だったな。これ失敗なの？個人的にはもうちょっとうまくいける予定だった。ちょっとこれもう一回チャレンジします。これなんとなく分かったんで、じゃあちょっと次さやさん行ってみましょう。はーい。よし行くぞー。よしじゃあ行きますか。行くぞ最初から入れてもうすぐ次の色を入れて、それを何回も繰り返していった方がいいかも。ポーリングアートさ2回目になってさ、もう座りすぎてないけどさ、もうあんまり迷ってもしょうがないなって感じはある。かっけえっすわ。ちょっと可愛い色にしようと思って。ほらよくない？最後まず最初白からいこうかな。白いきま。でもすぐ次次ピンク。
お、いいね。かわいい。かわいいね。いいねいいね。次。あ、いいよ。あ、なんか水っぽいなこいつ。そう、この水っぽさがちょっと悪さしてるんだよな。そういうね。これ黄色。白。お、いい。待って、めっちゃ可愛いかも。めっちゃ可愛くない？ちょっとうさがないカラーじゃん。私って本能で。これそこになんと金を入れて。おお、金ね。さっきね、横にジョワってんだから気をつけてね。金こんぐらい。オッケーオッケーちょっとだけ。ちょっとだけ。お、いいね。そして隣に。白がいなくなりました。外側の。あ、待って、ビャン。横にビャン。ピンクを少々。で、さらにそこに黄色を加えて。あ、なんかすごいことになってる。なんか真ん中じゃなくなって最後に青を入れて、よし、いい感じです。こちらが、いやまあいいか私が先祖代々受け継いでるね、夏目家のね秘術と言われたもので、ここに金が入ってるのが殿下の方法で。はい、さやさん、多分ふざけてない方がいいです。はい、行きます。怖い、行きまそう、そっから引っ張っていく。す。めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いね。でもなんか多分浮かせるとね。めっちゃ可愛くない？可愛い色が。めっちゃ可愛くない？ちょっとはい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 。めっちゃ可愛い。可愛い。おお、なんか可愛い。いい色味。春っぽいな。ね、うん。ここさ、ちょっと適当にパタパタいいよですのどう？おお、いいねいいね。いいねいいね。あ、いいね、気をつけて。ほら、可愛い。おお、めっちゃいい。やったじゃん。可愛い。世界観がファンタジーで。嬉しい。よかった。失敗しなくてよかった。よかっでもこれもなんか失敗も成功も分かんないよね、これね。人生には失敗も成功もないんだっていうことを感あ、じそういうこるよね。と、そういうことを今アピールした。ここに金入れたのさ、なんかいいね。いい色味になってる。めっちゃいい感じじゃない？ででー。そう、さっきの反省で大量に入れるっていうのやってみようと思って、これで最後の方だけ色入れてみるっていうチャレンジ。ピンク、黄色、赤も入れて、ピンク入れて、なんか不安定になるそれ。ここ緑も行きたいね。緑ピンク、緑、赤で黄色入れて終わり。悪魔の目じゃん。さあどうなる？これで催眠術かかった人の目だよねこれ。いきます。お願いします。うわー。なんかすごいことになったよ。なんかすごいことになってる。すごい、端っこがちゃんとしましまになってる。なんかメッセージ性を感じる。怖い。これはこれでいいな。ね、ここすごくない？ね、なんかね、面白いね。しましまがそこに生きている。はいはいはい。いや、これおもろいな。白黒が思ったより残んなかったね。こっちがすごいイメージ通り。でさ、ちょっと傾けたらさ、なんか出てきそうじゃない？下に向けたらなんかまた、お、うわー。これいけそう。見えた。なんかもうここにキャラクター描けそうなイメージ出たね。すごい悪夢って感じ。あ、いいんじゃない？見えたかも。すごい、ちりとりアート。多分ね、みんなが見たことのあるちりとりアートではない気がする。それを受け止める段ボールがもうないので。嘘だろ？ゲイさんそれもずっと思ってた。待ってマジでない。それさ1個ずらしたりしてさ入れるしかない。今回ね、ちりとりもやったんですけど、もう一個やってみたいのがあって、このポーリング系でスピンアートっていうのがあるんですよ。やばいよ。これちょっとね、うちの父親に作ってもらったんですけど、電動のドライバーの先端につけるプラバンを挟めるようなこう仕組みを作ってもらったんですよ。それをここに打ち付けて、これを回すことで、ここに入れた置いた絵の具が遠心力で飛び散るっていうのでアートを作るので大丈夫？ここ非常に不安なアートチャレンジなんですけど、まあ一旦やってみます。もうこれもね、勢いだと思うんで、これに関しては本当にこのキャンバスにまずこれをつけると、こんな感じでくっついてるので、これをここにつけます。はい、つけると、うわー、丸。はい、こんな感じで世にも珍しい回るキャンバス。この状態で乗せる必要がある。で、回すときに箱を重ねるんだよね。そう、重ねるっていうか、てか箱をもうここに置いといた方がいいのか。面白い、この絵面ね。この上に、まず絵の具を乗せる人が必要です。怖すぎ。じゃあ行ってみますか。ちょっとずつこうやってクロスしてって、なんかジャクソン・ポロックみたいな感じで。オッケー、ジャクソン・ポロックね。そうジャクソン・ポロックダメだ、誰も共通言語として機能してない。こういうことでしょ。だから要はこういう感じであ、そういう感じ。やっちゃおう。どんどん行こう。オッケー。さっぴオレンジいくね。ごめん、青だった。青だね。金入れていい？いいよ。何の儀式？これ怖っ。
最後に一仕上げオレンジ入れたくない？ここあ、いいね。オレンジ。うわお、いい、これこのままでもいい。怖いからもう。じゃあもう、じゃあいきます。もうこれ一発勝負なんでいきますよ。勝負怖い。これをまずどける、カバーする。ゆしらくんそんな近くて平気？いきます。せーの。うわーどう？大丈夫？ゆしろくん無事？え、かっこよすごい。え、やば一番成功じゃない？今回1の作品できたんだけど。すごい。しかもこの金を入れたのがさ、めっちゃいいじゃん、このまま飾りたくない？このまま飾りたい。めっちゃいいじゃん。金がいい仕事する。いや、そう不思議。目のなんか目の錯覚がすごい起きてる。そうどうやって撮んのこれ？これタッカーで押さえつけてやるんだけどさ。このかっこいい状態でどうやって撮ったらいいの？どうやって撮ったらいいの？ケンちゃんも誰もアイディアは。お疲れ様です。みんな退勤です。待って、どうやって撮ろう？これめちゃくちゃいいから崩したくないんだけど。これ撮るの一回。意外としかも飛ばないんだね。やっぱり横にしかね。ね、よかったね、石原くん無事で。ね石原くんなんかバーンってなってさ、こうやってメガネだけ取ったらさ、ここべちゃっつって。漫画とかでよくやるやつみたいになるから。よし、取れた。ということで、じゃあ次僕のバージョンはもう終わったので、次さやの、さやチョイスバージョンでいこうと思います。いけます。お願いします。そうそんな感じ。そんな感じね。そんな感じ。スターって感じ。あんまり端までやんないでね。端までやりすぎると垂れちゃうから。ラブチュッチュ、ラブチュッチュ。さっきいい感じになった。ター。おお。なんかさやだ、ほらラベンダーって。確かになんかさやっぽい色になってきてる。そんな大丈夫かなね、本当に。最後にターコイズ。はい。これなんかこうまろやかな感じ。まろやかだわ。そう、まろやかな感じ。そこにこれすんごい良くない？なんか良くない？で最後にはい白クロス。よし、いきます。お願いします。いきます。せーの。うわー、うわー、うわーまだいける。いや、いけてる。やった、いけてる。あ、生きてた、生きてた。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だけど取れた。危ねえ。こん中でやっててよかった。マジでこん中でよかった。でも待って、俺の手には飛んだ。まあゲサは大丈夫で、替えが効くから。そうか。うわー、よかった。みんなは本当に気をつけて。もうちょっと作り方は今後考えます。もっといいやり方がありそうなんで、まあ置いといて。はい。めっちゃいいですね。めっちゃ良くないか？めっちゃいいですね。このなんかさ、銅みたいなやつすごいいい味してない？ね、これもうちょっとなんかいい固定の方法を考えてもう一回やりたいね。確かにリベンジしたいわ。でもこれは何度やっても楽しい。はい、ということでできたので、これはいやめっちゃ綺麗。さっきからこの金ピカがいい仕事してる。いや、そうね、これでギラギラ、ほら。止まらないというところがポイント。そう、超ギラギラ、いい。とりあえずなんか今ちょっと一瞬事故りそうになったけど、まあなんかギリギリどうにかなったということで、ダンボールのおかげでどうにかなりましたが、俺の腕とゆしらくんのちょっと腕と、あとカメラのレンズに飛びそうになって、まあ大丈夫かな、ギリギリ。やばい、白 T がかっこよくもういっそスパッタリングして帰るかはい、ということでいろいろポーリング絵の具でチャレンジしたやつをまたこれしばらく乾燥させて持ち帰って、上からちょっと加筆するやつは加筆してキャライラストとして完成させていきたいと思います。友達が一人でアニメを告知してる？それはみたいな。どこつらかっこかり。ということで完走しました。完成ではなく、完成しました完走、はい、こういう系のチャレンジあるあるの完走しました。はい、完走しました。完走したち俺はめちゃめちゃ焼けました。すごいね、なんか美味しそうだね。なんかこんがりで、ほら見てね、こんなに違う。美味しそうこちらまずちりとり、はい、こんな感じになりました。じゃじゃーん。あ、これはさやがやったやつね。金がすごい、はい、ティアティアに光っている。すごいね、なんかね。いや、いいね。デロンデロン。しかもなんかここちょっと黒猫いるみたいで可愛くない？可愛い。すごい目が。黒猫なのかカラスなのかわかんないけど、なんかちょっとさ、そういう風に見えて可愛い。うさぎちゃんに見えます。うさぎか。なんかさ、ここさ、なんかさ、泡立ってるんだけど。かっこいいね、これ。これなんかどちらかというと多分これうまくいってないんだけど、逆になんかそのいい感じになってる。これはオイルか。そうだ、多分ね、今回そのオイルを入れたじゃないですか。で、数滴入れて数回混ぜる工程がね、おそらく必要だったんだよね。そう、それがちょっとできてなかったっていうのもあって、ポーリングアートもね、多分同時期でみんな出てると思うんだけど、ポーリング
グアートもあれね、もうちょっとオイルを混ぜる方が良かったかなっていう、こう入れた後に少し馴染ませるみたいな、そういう工程が必要だったっぽいですね。ただまあ最初の勢いだけでやったやつこんな感じこれめっちゃ気に入ってんねん。これかわいい。すごい。で、あともう一個が僕がちりとりした後にさらにドロドロとこういう縦にしたりしてみたやつ。これもなんならさ、うんこれそのままデジタルに取り込んでさ、いやそうなんだよね。なんかエフェクトとしてめっちゃ良さそう。そう僕もこれさ、うん後々自分でこれ素材としてさ使うのありだよね、うんうんうん。このデジタルじゃ似たようなのは出るけどやっぱこれ出ないもんね、まんまはそうだね。ね。ただこれちりとりアートなのかと言われたら途中で絵の具が途切れたのでもう縦にして流しちゃいましたアートなので、ちりとりアートプラスなんかこう重力って感じだね。まあなんかだいぶこうインフルエンザの時に見る夢みたいな感じですけど。こんな夢見たらやばいけどねであとスピンアートですよ。じゃじゃーん。これもいいね。やマジかっこいい。マジでかっこいい。これすごいね、このビャッっていうこの効果線のような、すごい速さの表現みたいな。いやこれすごいよ。これはおしゃれですね、うん。できない。しかもなんか見て。そう面白いねこううなんかこのうっすらね薄い青がね膜が入ってる。これちょっと映像だと見にくいんですけどね、ちょっと、はいちょっとこんな夏目さん家のさトイレに飾っつくからみんな見に来てほしい。これね私書き足したくないんだよね。でもちょっとわかる。これなんかこのまんまでもいいかなって僕も思ってる。そうそう真ん中にさ、弱き心とか書いておいてファーってなって突然のねスピード感だから私ね過筆はこれにしようかなと思って。そうで僕もね加筆はねこいつにしようかと思ってます、さあ書いていきますが何の設計もないのでどうしようかなっていうのでいや一旦まず眺める時間。今日一番ね、何の設計もない。ないね。なんなら耳も硬い。もう耳もカチカチで。そう整骨院行かなきゃ、耳もカチカチだしさ、口元にニキビはできるしさ、右の肩だけ謎に筋肉痛だしさ、ついてるんで右側についてる。多分今霊能力者のとこ行ったら多分ついてますって言われるよ、疲れてますねって、疲れてるって。いやそうなんですよ、最近ねデスクワークばっかりで。そうですね、主に右の方に疲れてますね。そうなんですよ、私右利きなんですよって一人アンジャッシュポーリングアートより全然乗るんだけど、マジでさ、ポーリングアートさ、まあこれもポーリングアートではあるんだけど、なんかカップポーリングの時はそうそう、もっとそう塗ったすごかったよね、うんカップポーリングでも全く乗らなかった感覚があったの、うん、かわいそうだなアクリリックペイントって思いながら無理です、自分ここには乗らないんですって言って、いけるよ、行くんだよみたいな感じだった。無理やりなそうそうそうやらされてる感じあったよね。ごめんねという気持ちもあったような、なかったようなって感じで、なんださやさん今回はね絵の具のところに塗ってないので、あ確かにそういう速さあるね。今ニキビ触っちゃいました。素早さがガクッと落ちた。隠れない鉛筆が全然一大事ですこれは。いやでもね、この段階って見てるみんなもみんな不安だから、一緒に不安を分かち合おう。やっぱ追いかけチャンネルってショック&サスペンスだからさ、そんなこと思わないよ今更。うちの視聴者はいつものことだなって思う。訓練されてるからこのチャンネルにたどり着いた皆さん、あなたは訓練されています。初めましての方も訓練しました今。なんかほら存在しない記憶流れ込んでくるでしょこのチャンネルずっと前から見てたような気がする。一緒にいたじゃない私たちずっと4年間もさね。何その4年って数字どこから来たの今怖いんだけど今の具体的で嫌だったでしょなんか、うん本当になんかもしかしたら存在したのかも、この記憶はみたいな。こんな記憶を忘れてたなんてどうしてひどいやつだ僕はって思って今みんなってなって見てる。嘘、全米を勝手に泣いたことにしたチャンネルさあということで完成まで書いていきましょう。やっぱね、みんなだとやっぱこの熱い記憶が私のこの感情を揺さぶっているから今。何の話してるということでね、これ下の方がどうしても顔に見えたのでこのまま顔にしてやろうと。いやすごいこれ。そしてこの上にドロドロドゥルドゥルを乗せてやろうと、いやちょっとね、これゲンさんね、なんか、この人ずっと何してるんだろうってずっと思いながら書いた。いやもうずっとよ。ペイ入れしてるだけよ。でも元の形あんま変えてないよ。いやなんかすごいよね。もう何にも見えなくて私。そうこれをどうアレンジするんだろうって、多分私が一番楽しみにしてた。誰にも負けないこの感情。ありがとうございます。でもこっからはちょっと書き足していって、全体的にペンを入れたら書き足していって形をこうあらわにしていくみたいなターンになってるんだけど。でもこのもともとさこう作ったチリデリで作ったさ、この柄にささらにシルエットを足すように上にさ別の色を足してたじゃん。足してた。俺すごいな、でこの後ね、ただ、もっと統一感がなくなったなって思ったんで、全体をベタで流れを作ろうと思ってこうなんか不思議な空間にありそうななんかうにゃうにゃを加筆していました。このうにゃうにゃなんかさ、目がちょっとなんていう面白い。わかるこの感じ。わーさやさんの番だ。さやさんは結構正統派な
正統派というかなんかもういつも通り書きたいものを書きましたが一番いいじゃないですか。ね、でもねちょっとね、けしからんね、ほら見た今見た。何ちょっとこれ俺は見逃したよ。そう俺の心の中のさうんお母さんがさ何ちょっとあんた肩出しすぎよってなってちょっと隠したんだ。隠したタンクトップを下に着せました。突然の。そう、そして突然現れるらしいはいはい。ね。なんかご褒美のようにメガネを最後に残してますね、ご褒美だったんでしょうねメガネを。そうだね。なんか急に足したね。はいこれ京くんですか？そうですね、さえさんが京くんですね普段からしょっちゅう描いてるきょうくんというメガネの男の子いやだから色合いがやっぱうさがないだからうさがないをこうそうイメージしてねあれなんですよね。夢川ならぬうさかわって感あでもじでうさがないいるわ。じゃじゃーん出てきた。いっぱいいるよー今回いいね。これすごいうまくいった気がする。ね、なんかさ、こうそうなんかこうわざとちゃんとやっぱ白いとこ開けるの大事だなって思いながら、いいね。でゲンさんの方がすごいことに。ということで終わりました。終わったよー。だいたい2時間ぐらい描いてましたかな ?2 時間も描いてないか。というわけでチリトリアートで生まれた絵に対して加筆をして完成したのがこちらです。せーの。ででーん。描きましたね。書きましたね、うんこれ考えたの宇宙から飛来したうさがないの元うさがないって元あるんや。ベチャーってベチャーって横でなんで当たり前のように飲んでるの何を飲んでるの？ここに何かを書出するのはなんかの形とかにするのやめて、ああそうだね。普通にうさがないのもったいないもんねそう元としてここ書いたの確かになんかうさがないカラーではあるよな。てかなんかそうそうそうやってる時からちょっとうさがないカラー意識してたしね。そうそう見てください、うん膝隠しがないなんですよ実はこれあ膝隠してんだ。あるかどうか。そうそういやもしかしたらものすごいショートパンツの可能性もあれば、確かにここまでのおズボン可能性もある、あるね。シュレディンガーの膝ですよこれ悪用すんの。だいぶポップな絵にしてみました。おいいですね。でめっちゃ可愛い。こイエーイの色味にもうそのままあったあ、そうイそうそうラストになりましたそう。ね。というわけで僕はこんな感じなんですいやけど。マジでかっこいいマジでかっこいい。ハヤがやたら褒めてくれるんですよこれ。いやマジでかっこいいよ、ありがとうございます、うんいやなんかこれ最初見た時からめっちゃいいなとは思いつつこの元のやつがめっちゃいいなと思ってるだけなことに気づいて途中でこれをどうやって絵にするんだろうみたいなやつが急になんかむずいなってなっていやすごいねうんこの辺のなんていうかこう後でさこうポン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 って置いてそうさそもそも情報量が異常に多かったのこの元の状態で、うん加筆したらもうごっちゃごちゃして見てらんねえなってなったからでもなんかうまいことなんか絵の中にちゃんと混ざっててすごいね。そうだからこういう時って大概なんか情報量が増えがちなので、うんうん最終的に線とかを入れ終わった後に大体こんなもん書きたいなっていうのが終わった後ぐにゃーっていう情報量を減らすためにベタを入れていくみたいなことをやったんですけどおーで今回はそれでなんかこの回転みたいなこの感じ上に上がっているのか落ちているのかわからないこの重力感みたいなのとあとこれこれ一体何なのかっていうのは本当に僕もわからないんですけど、とにかく何かよくわからない空間にいて何かよくわからないことが起きているこの間の次元肉壁から出てきてるポーリングアートのこの方がまだなんか具体的にわかりやすいものを書いたんだけど今回は本当に抽象的なものを書きましたね。抽象画に片足踏み込んでるぐらい抽象的ですね。でもこのねさっき言ったその流れがさ感じられてそう全体的にめっちゃかっこいい。その重力感だけはちょっと出したいなと思って、お魚一匹分けてあげようか来てもいいよこの辺に来るんだこのうさがない来れそうだけどすごー頑張ったさすがだね。疲れたお疲れ様です。なんかねすごい脳みそ使った今日私もうさがないいっぱい使った、いやうさがないはいっぱい確かに使ったということで今回はですね、はい引き続きねこちらのチャレンジやったんですけどもチリトリアートとスピンアート、はいまあスピンアートはもうちょっと手を加えずもうあのまま行きましょうってね、あのまま行こうなりましたので、はい今回チリトリでやったやつがまさかこんな感じになるとは思わずねいやでもねやっぱり自分が想像してない色で想像してない形が生まれるから、これ多分描かないよ僕自分でゼロから描こうと思ったらこの形になんないからこんな感じのものは多分作ることはできるんだけど、これは作れないじゃん。さやもこのさわざわざこんなことしないじゃん絶対。そうだね膝かくね書くよねそうだからなんかそういう意味で言うとね勝手に無茶ぶられるみたいな、そうだね。そして普段あんまり見ないような絵になる可能性もあるっていうのがあるとやっぱこういう物理法則系のアートチャレンジの後に加筆するっていうのはなんか楽しいというかねちょっと疲れるけどでもこのチリトリアートだけだったらね、普通にお家確かにで結構簡単にできるというか、できるしそうちょっと僕たちやるときもうちょっと絵の具がねあればもうちょいいっぱい持ったんでしょうけどね。ぜひはいやった方夏目さん家に教えてやってください、うんこうだよっていやーお楽しかった疲れ様でしありがとうございましたたありがとうございました待って俺のさやばくないまた待って真っ白ほら自分の焦げ具合に黒い白い黒いね白い焼けたね焼けたでねもね最近ね私も焼けてんな、